今回は今年の4月に生まれたロシアリクガメの卵から、ついに赤ちゃんリクガメが出てきたので、これまでの様子をお見せしていこうと思います。まず今季初めて産卵したのは2023年4月2日のことでした。その前日から後ろ足で地面をホリホリして産卵場所を探す行動が見られたので、どうせここら辺だろうと当たりをつけて、湿り気が強くて掘りやすく暖かそうな場所を掘り返してみると、案の定3個の卵が埋められていました。母ガメのよもぎちゃんに監視されながら安全に、そして迅速に卵を回収してフラン機で温めていきます。今回は少し湿らせた赤玉土の上に乗せて、設定温度は30度、湿度は80から 90% 近い状態に維持してみることにしました。ネットや飼育本の情報から、ロシアリクガメは産卵してから60から75日程度で孵化するとのことだったので、孵化予定日は6月上旬から中旬ですね。それからちょうど3週間後、クラッチ目は産卵の瞬間までカメラに収めることができました。なんだかんだ前回も土日に産卵してくれているので、完全週休2日制を考慮してくれるホワイトなカメさんです。今回も卵を3個産んでくれたので、殻にこもった先輩たちと一緒にフラン機で温めていきます。4月27日に見てみると、1クラッチ目の先輩たちの中でも、この子とこの子は卵の殻が白濁していることが分かります。2クラッチ目の子たちも卵の表面の一部がわずかに白くなっているように見えますね。これこそが有精卵特有の変化です。さらに周囲を暗くして、ライトで卵の中身を照らすことで、有精卵か無精卵かを判別するキャンドリング。これによって卵の様子を見てみると、明らかに血管が見えますね。この頃になると卵の中で卵黄が沈んで赤ちゃんの元となる胚が発生し始めているので、むやみに動かしたり逆さまにしてはいけません。鶏の卵の中には卵白と卵黄の間に白い紐状の物体、カラザがあります。カラザは卵黄と胚を卵の中心につなぎ止め、衝撃から守る役割を担っている命綱、さしずめ逆バンジー。しかしリクガメの卵にはこのカラザがなく、通常卵黄上部で発生する胚を逆さまにすると、卵黄の重さで潰れてしまいます。鳥類は爬虫類から分岐して進化したと言われていますが、その過程で神という名の運営によってカラザが追加され安定性が改善されたようです。ただ卵の成長にも個体差があるようで、同じ時期に全ての卵に血管が見えるわけではありません。そして有精卵確定だからといってこのまま確実に生まれてくるとも限らないので、まだまだ安心はできませんね。生まれてから60日が過ぎた頃には、キャンドリングをしても卵の中身が真っ黒で見えなくなってきました。中身がぎっしり詰まっていて、リクガメの体が形成されつつありますね。そして卵上部に見えるこの空気の層が出てくると、負荷が近い印で、負荷が近づくにつれて、徐々に空気の層の境界がぼやけて小さくなってくるようです。一方、この卵は同クラッチの同期にもかかわらず、未だに何の変化もありませんね。卵の中には何も映っておらず、有精卵と比較してみても差は明らか。残念ながら無精卵ということですね。それから4日後、ついにその時がやってきました。朝起きて卵の様子を見てみると、なんと一部にひびが入っていました。卵の構造は鶏と同じように、外側の硬い卵殻と内側の薄い卵殻膜の2層構造になっていることが分かりますね。その日の夕方になるとちっちゃいお顔が見えるようになってきました。赤ちゃんリクガメにはくちばしの先に卵子と呼ばれる突起がついていて、これで卵殻を物理的に破壊して外に出てきます。卵子はくちばしの先についている角質なので、厳密には卵殻と呼ばれる角に当たるそうで、孵化してからすぐに役目を終えてなくなってしまう儚い部位。卵の中でじっとしているので生きているのか心配になりますが、殻の中でもさらに甲羅にこもる動作を見せてくれました。最初にひびが入ってから約23時間後には右前足が出てきました。この角度から見ると卵子がよくわかりますね。前足で殻を破壊できるようになったので、この時点で早くも卵子はお役御免となりました。しばらくすると体を回転させて甲羅で殻を破壊し、媒介への意欲を見せつつも、生まれたての子ガメにはまだ刺激が強すぎるのか、頭隠して尻隠さず殻をかぶったままもぞもぞ動き出しましたね。まるで外が寒くて布団から一歩も出たくないと必死の抵抗をしているようにも見えますが、この子ガメの場合は卵から一歩出るとおはよう世界、布団の重みが段違い。その後はほとんど全身が露出しているにもかかわらず、これまで60日間自分を守ってくれていた殻に対して霧を変えた破壊行動、若々しいですね。当たり前ですが、生まれたばかりなのに見た目はもう大人の亀そのもので、子育てする習性がないため、この時点で自立して行動することができます。お腹にはまだ栄養たっぷりの有機サック、卵黄が残っていて、餌を食べられるようになるまでの不可後数日間はここから栄養を吸収して過ごします。お口が寂しくなった時のために一応お野菜も一緒にフランキの中に入れておきました。ガチファーストバイトを見られる日も近いかもしれませんね。完全に卵から出てきた後もまだまだ外界の光になれないのか、はたまた乾燥から身を守るためか、ものすごい体勢で地面に育っていました。地面を掘るのが大好きなロシアリクガメの DNA をしっかり受け継いでいることがわかります。3日後には子ガメ専用ケージを作ってお引っ越しをすることにしました。この頃になるとヨークサックは体の中に吸収されていて、腹腔は閉じ始めていますよね。メインの床材はお父さんお母さんたちと同じく赤玉土や腐葉土などを混ぜ込んだ土で、乾燥から守るためにケージ左側には水分をたっぷり含ませた水苔を配置。他にも体ごと入れる大きさの水入れと、最近購入したばかりの自動水噴霧器モンスーンマルチを設置しました。これで1時間に1回30秒間の水噴霧を行います。それでは早速卵の殻ごとケージに移していきます。
新しい世界には見向きもせずに、シェルターの中へと一目散。その後1週間は何も食べずに、ほとんど潜ったままで過ごしていました。そして来たる6月17日、ついに4月2日に生まれたもう一つの有精卵も孵化してくれました。この子は1匹目に比べて体が小さく、立派なヨークサックを引っ提げた状態で出てきました。甲羅の模様も黒が多めで、これからどんな模様に成長してくれるのか気になりますね。しばらくは水苔のお布団を甲羅にかけて安静にしておきます。2匹とも同じ子亀ケージに移して共同生活が始まりました。1匹目の子は土に潜ったり歩き回ったりとすでに慣れきってる様子で、土まみれのその姿はまるで野生の陸亀のよう。水入れの中にも果敢に入っていき、後ろ足で立ち上がろうとするので危なっかしいったりあれしない。縁に顎を乗せて人間の姿を眺めながらリラックス。と思ったら急に歩き出して、今度は水苔プールに頭からダイブ。だいぶ孵化してから落ち着いてきたので、体重を測っていきたいと思います。まずは水苔に隠れている子亀たちを発見するところから始めます。生まれた日は1週間しか差がありませんが、この体の大きさの違い、卵のサイズは同じでも、卵の中での成長速度は個体差があるようですね。甲羅の模様や形、顔つきまでもがよく見ると違っています。2匹目の子の方が目つきが鋭く、お父さんのワルビクギのようにも見えますね。大きい亀さんたちを測るときは、意識が高すぎてすぐに前を向いて進んでしまうので、正確な体重を測りにくい。ただよく見ると現実を直視したくないのか、甲羅を浮かせてせめてもの抵抗。小賢しいですね。そのため小麦粉フリフリストッカー、もしくはプリングルスの容器に甲羅を乗せて、この悪い足を無力化する必要があります。905.6g。でも子亀たちの場合は、はい、14g。これが3年で65倍になるなんて信じられませんよね。人間で考えると 3kg で生まれてきた赤ちゃんが3年で 195kg になるほどの成長率。とんだ肥満児ですね。2匹目を測ってみます。11.2g。ミニトマトほどの重さしかありません。と体重測定している後ろで、1匹目の子亀が何かをしているようだったので様子を見てみました。タイルに噛みついて餌を食べる練習をしているのでしょうか。それを隣で凝視する接触童貞。空腹の概念をようやく理解したようなので、試しに野菜を与えてみます。孵化後1週間でようやく野菜を食べてくれるようになりました。お母さんたちと同じようにむしゃむしゃ爆食していますが、お口が小さすぎて咀嚼音はまだまだ聞き取れませんね。このようにシャクシャク噛めるようになってからが一人前。子亀の ASMR 動画投稿への道のりはまだまだ長そうです。2匹目の子も試しに餌皿に乗っけてみましたが、まだ食に興味が湧かないようで、逃走してしまいました。体は小さいのに好奇心は旺盛で、自分の体の車幅感覚が分かってないのか、明らかに狭いところをご利用し通る、図太い性格。亀の世界では狭いところを無理やり通ったり、他人の餌を奪ったりと、図太いやつこそ立派に育つ通り、その気持ち、これからも持ち続けてほしいですね。最後にこの子たちの名前ですが、1匹目はソテツ。お父さんのワラビと同じシダ植物の山菜、草ソテツから命名しました。実際にはソテツと草ソテツは全く別の植物ですが、呼びやすさ的にソテツにしました。許してください。そして小さいこの子はコゴミです。草ソテツのワカメはコゴミと呼ばれているので、より若くて小さいこの子をコゴミと名付けました。まだまだ小さくて危なっかしい2匹ですが、これからもマイペースに成長の様子をお届けしていこうと思うので、見守っていてくれると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。